今日は冬の白川郷を訪れた時のことを少し丁寧に話したいと思います。白川郷という名前は写真や映像で何度も見たことがありましたが、実際に冬に足を運んでみると、それまで知っていたイメージとは全く違う感覚がありました。ここは観光地というよりも、もっと奥にある記憶や感情に近い場所のように感じられたのです。村に近づくにつれて、周りの景色から色が少しずつ消えていきました。木も道も屋根も、すべてが雪に包まれていて、音まで吸い込まれているようでした。車を降りて歩き始めたとき、まず驚いたのは、その静けさです。人はいますが、話し声は小さく、足音も雪に消えてしまいます。風の音さえも強く感じられず、世界が少し遠くなったような不思議な感覚になりました。合掌造りの家々は、想像していたよりも大きく、そしてとても静かにそこに立っていました。長い時間、この場所で冬を越えてきた建物だと思うと、その重みのようなものが自然と伝わってきます。新しく見せようとする感じはなく、ただ、そこにあるという存在感がありました。雪をかぶった屋根を見上げていると、昔の人たちは、毎年この景色を見て、冬を生きてきたんだなと、急に現実感を持って想像することができました。村の中をゆっくり歩いていると、観光のために急いで見る必要がないことに気づきます。写真を撮らなくても、説明を読まなくても、ただ歩いて、立ち止まって、周りを見るだけで十分でした。雪の上に残る足跡や、家の中から漏れる小さな明かりが、この村が今も人の生活のある場所だということを静かに教えてくれます。昔の村ではなく、過去の記録でもなく、今も続いている日常なのだと感じました。しばらく歩いて少し高い場所から村全体を見下ろしました。白い雪の中に三角の屋根が規則正しく並んでいて、その景色はとても整って見えます。でも、不自然な感じはなく、むしろとても落ち着いていました。作られた美しさではなく、長い時間の中で自然とこの形になったのだと思います。その景色を見ていると、綺麗だなという気持ちよりも、なぜか安心するような感覚がありました。白川郷の冬は、決して楽なものではないと思います。雪は多く、寒さも厳しく、毎日の生活にはたくさんの手間が必要だったはずです。それでも、この場所で人が暮らし続けてきた理由が少しだけ分かった気がしました。便利さや速さではなく、ここにしかないリズムや守られてきた形が人をつなぎ止めていたのだと思います。歩きながら、自分の子供の頃の記憶がふと頭に浮かびました。雪の日の朝、外が静かだったことや、白い景色を見るだけで少し特別な気持ちになったことです。白川郷の冬景色は、見たことのない風景なのになぜか懐かしく感じられました。それは、新しい場所なのに、昔の感覚を思い出させてくれるからなのかもしれません。夕方になると、殻の色が少しずつ変わり、村の中に明かりが増えてきました。昼の白い世界とは違い、夜に近づく白川郷は、とても優しい雰囲気になります。雪に反射する光が強すぎず、払いすぎず、ちょうどいい距離でそこにありました。
寒さはありますが、その中にいると不思議と心は落ち着いています。白川郷を歩き終えて感じたのは、ここがどこかに行く場所ではなく、立ち止まる場所だということです。何かを達成したり、新しい刺激を探したりする旅ではなく、自分の中にある記憶や感覚と静かに向き合う時間をくれる場所だと思いました。冬の白川郷は綺麗だから行く場所ではなく、静かだから思い出してしまう場所なのだと帰る頃にははっきり感じていました。今日は冬の網走市を訪れた時のことを話したいと思います。網走と聞くと流氷や寒さを思い浮かべる人が多いと思いますが、実際に冬の網走に立ってみると、それは寒いという言葉だけでは足りない体験でした。ここで感じたのは、美しさよりももっと直接的ではっきりした自然の強さでした。町に着いた時、まず感じたのは空気の重さです。冷たいというより、体にしっかり当たってくる感じで、息を吸うたびに自分がとても小さい存在に思えてきます。風は静かなのに止まっているわけではなく、常にどこかで動いている気配がありました。遠くを見ると白い世界が広がっていて、色はほとんどありません。それだけで、ここが特別な場所だということがわかります。海の近くまで行くと流氷が見えてきました。写真では何度も見たことがありますが、実際に目の前で見る流氷は全く違う存在感があります。静かに浮かんでいるように見えても、近くで見ると大きく、重く、簡単には動かないものだとわかります。氷がぶつかる音は低くて、遠くで何かが動いているような不思議な響きでした。その音を聞いていると、自然は優しいだけのものではないと強く感じます。しばらく海を見ていると、体の感覚が変わっていきました。寒さに慣れるというより、寒さを受け入れるしかないという気持ちになります。ここでは、人が環境をコントロールすることはできません。ただ、その中に立って耐えながら感じるしかないのです。それが少し怖くもあり、同時にとても正直な時間だとも思いました。網走の自然は人に合わせてくれません。景色も音も気温もすべてが自然の都合で動いています。それなのに不思議と嫌な気持ちにはなりませんでした。むしろ自分が余計なことを考えすぎていたことに気づかされます。寒い、白い、広い、それだけの世界にいると考えることがとても単純になります。街を少し歩いてみると、人の生活がこの強い自然の中で続いていることがわかります。雪かきをしている人や、ゆっくり歩く人の姿を見ると、ここでは自然に逆らうのではなく、自然と一緒に生きているのだと感じました。無理に早く動かず、できることをできるだけする、そんな姿勢が街全体にあるように見えます。夕方になると、殻の色が少し変わり、白い世界の中にわずかな影が生まれました。太陽の光は弱く、長くは続きません。その短い時間に自然が見せる表情の変化をただ見ているしかありませんでした。寒さは変わらず厳しいですが、その分、光のありがたさがよくわかります。夜が近づくと、海も街も
さらに静かになります。音は減りますが、完全に止まることはありません。遠くで氷が動く音や風の音が暗い中でよりはっきり聞こえてきます。その中に立っていると、自分が今、自然の中にいるという事実を強く意識させられました。網走で過ごした冬の時間は、楽しいとか、綺麗とか、そういう言葉だけでは表せませんでした。そこにあったのは、人の都合を受け入れない自然と、それを理解しながら生きている人の姿です。自然の強さを前にすると、自分の悩みや考え事はとても小さく感じられます。でも、それは無意味になるということではなく、必要以上に重く感じていただけなのだと、静かに教えてくれました。冬の網走は優しい場所ではありません。でも、その厳しさの中にいるからこそ、余計なものが削られ、自分にとって大切な感覚だけが残ります。自然の強さを感じるということは、怖いことでもあり、同時にとても正直な時間を過ごすことなのだと、ここで初めて実感しました。網走は冬にしか見せないその強さで、静かに人を試してくる場所だと思います。今日は冬の只見線に乗った時のことを話したいと思います。只見線はどこか有名な観光地へ一気に連れて行ってくれる列車ではありません。むしろ目的地に着くまでの時間そのものがこの旅の中心になる路線だと感じました。駅で列車を待っている間、周りには大きな建物もなく、音も少なく、ただ冷たい空気が静かに流れていました。その時点で、すでに移動が始まっていると思えたのです。列車がゆっくりと入ってくると、急ぐ様子は全くなく、時間に追われる感じもしませんでした。車内に入ると、座席は派手ではなく、どこか昔の雰囲気が残っています。人の数も多くなく、それぞれが窓の外を見たり、静かに座っていたりしていました。誰も会話を無理にしようとせず、この時間をそのまま受け入れているように見えます。走り出すと、すぐに街の景色は消え、雪に覆われた山や川が見えてきました。窓の外には、白と灰色を中心とした世界が広がり、動いているのは列車と、ゆっくり流れる川だけです。雪の上に残る線路や、木の枝に積もった雪を見ていると、時間が少し伸びたような感覚になります。急に目的地へ近づくのではなく少しずつ、確実に進んでいく、その感覚がとても印象的でした。只見線の冬の景色はとても静かです。音が消えるというより、必要な音だけが残る感じで、列車の揺れや線路を進む音が規則正しく続いていきます。その音を聞いていると、考え事も自然と少なくなっていきました。何かを決めたり、答えを出したりする必要がなく、ただいまの景色を受け取るだけでいい時間です。途中で列車が小さな駅に止まることがありますが、乗り降りする人は多くありません。雪に囲まれた駅舎はとても静かで、誰かをせかす雰囲気はありませんでした。この場所では、列車が来ること自体が日常の一部なのだと感じます。都会の駅のように分単位で動く世界とは全く違う時間が流れていました。川に架かる橋を渡るとき、窓の外の景色が一気に明けました。雪に包まれた川と山が広がり、
その中を列車がゆっくり進んでいきます。その瞬間、今、移動しているということを強く意識しました。何かをしながら移動するのではなく、移動そのものに集中する時間は、普段の生活ではあまりありません。只見線では、その当たり前が自然に起きていました。しばらくすると、体も心もこのゆっくりした動きに慣れてきます。目的地がどこなのか、何時に着くのかよりも、次に見える景色の型が気になるようになりました。雪の量が少し変わったり、木の形が違って見えたり、ほんの小さな変化がいつもよりはっきり感じられます。移動の時間が長いからこそ、こうした細かい違いに気づけるのだと思いました。夕方に近づくと、殻の色が少しずつ変わり、白い景色の中に影が増えていきました。太陽の光は強くありませんが、その分、色の変化がよくわかります。列車は変わらず同じ速さで進み、時間だけが静かに流れていきました。その様子を見ていると、急がなくても、ちゃんと前に進んでいるという感覚が心の中に残りました。只見線で過ごした時間は、移動というより、考え方を切り替える時間だったように思います。早く着くことや効率よく進むことが大切ではない時間も確かに存在するのだと体で感じることができました。窓の外の雪景色と規則正しい列車の動きは自分の中のリズムを静かに整えてくれます。只見線は目的地に着いた瞬間よりも乗っている間の時間が一番心に残る路線です。冬の只見線で過ごした移動の時間は何かを得る旅ではなく余計なものを手放す旅だったように感じました。移動することそのものが意味を持つこの静かな時間こそが只見線の一番の魅力なのだと思います。今日は冬の乳頭温泉郷を訪れた時のことを話したいと思います。ここに来る前、僕は体を休めたいと思っていましたが、実際に過ごしてみると、休んだのは体だけではなく、気づかないうちに頭や気持ちまで静かになっていたことに、後から気づきました。乳頭温泉郷は、何かを楽しむために行く場所というより、何もしなくてもいい自分に戻る場所だと感じます。温泉郷に向かう道は、だんだんと山の中へ入っていき、周りの景色から人の気配が少なくなっていきました。雪は深く、木々は白く、音も少なくなります。車を降りたとき、まず感じたのは空気の静かさでした。寒さはありますが、鋭い感じではなく、ゆっくり体に広がってくる冷たさです。その空気に触れた瞬間、ここでは急がなくていいと、体が先に理解したような気がしました。宿に入ると、建物はとても素朴で、派手なものは何もありません。新しさよりも、長く使われてきた安心感のようなものがありました。スタッフの方の言葉も少なく、必要なことだけを静かに伝えてくれます。その距離感がとても心地よく感じられました。歓迎されているのに干渉されすぎない、この感覚がすでに体を休ませてくれているようでした。部屋に荷物を置き、しばらく座っていると、外の雪の明るさが障子を通して柔らかく入ってきます。テレビをつけなくても、スマートフォンを見なくても、時間が止まったように感じられました。ここでは、
何かをしないといけないという考えが自然と消えていきます。体を休めるというのは、横になることだけではなく、考えを減らすことなのだと、静かに気づきました。温泉に向かうと、外は一面の雪景色でした。露天風呂に入ると、冷たい空気と温かいお湯の差がはっきり感じられます。体が一気に緩み、息が自然と深くなりました。雪が静かに降る中でお湯に浸かっていると、音はほとんどなく、自分の呼吸と湯の感覚だけが残ります。誰かと話す必要もなく、考えをまとめる必要もなく、ただそこにいるだけで十分でした。しばらくすると、体の重さが消えていくのがわかります。それと同時に、頭の中にあった細かい考えも少しずつ遠くなっていきました。忙しい日常では、体は休んでいても、頭はずっと動いていることが多いですが、乳頭温泉郷では、その両方が同じ速さで静かになっていきます。この感覚は、なかなか言葉にしにくいですが、何も気にしなくていい状態に近いと思いました。夕方になると、外の光が少しずつ弱くなり、雪の白さが落ち着いた色に変わっていきました。温泉から上がって部屋に戻ると、体は温かく、動きもゆっくりになります。夕食も山の食材を使った素朴な料理で、味付けは優しく、体に負担がありません。ゆっくり食べて、ゆっくり飲んで、その流れのまま、また静かな時間に戻っていきます。夜になると、外はさらに静かになり、音はほとんど聞こえなくなりました。雪に包まれた夜は暗いのに、不思議と不安はありません。部屋の明かりを少し落として座っていると、一日の疲れが自然と体の外へ流れていくように感じました。何かを反省したり、明日のことを考えたりする気持ちも起きません。ただ、今日はここで休んでいるという事実だけがはっきりと残ります。朝、目を覚ますと、体がとても軽く感じられました。たくさん寝たというより、深く休めたという感覚です。外を見ると、昨日と同じ雪景色が広がっていますが、見え方は少し違っていました。体が休まると、景色も優しく見えるのだと思います。朝の温泉に入り、ゆっくりと体を温めると、もう少しここにいたいという気持ちが自然に湧いてきました。乳頭温泉郷で過ごした時間は、何かを手に入れる旅ではありませんでした。でも、何も足さなくても、人は十分に整うことができるのだと、体で感じることができました。体を休めるということは、特別なことをすることではなく、静かな場所に身を置き、余計なものを減らすことなのだと思います。乳頭温泉郷は、そうした当たり前のことを言葉ではなく、感覚で思い出させてくれる場所でした。今日は、冬の美瑛を歩いた時のことを話したいと思います。美瑛という名前を聞くと、綺麗な景色や写真を思い浮かべる人が多いと思いますが、冬に実際に訪れてみると、そこは何かを見る場所というより、何も考えなくなる場所だと感じました。言葉を探したり、意味を考えたりする前に、体の感覚だけが先に動く、そんな時間が流れていました。町に着いたとき、まず目に入ったのは広くて白い景色でした。
雪に覆われた丘が緩やかに続き、遠くまで遮るものがありません。建物も少なく、音もほとんど聞こえず、世界がとてもシンプルに見えました。白、灰色少しの影、それだけで景色が成り立っているのに、足りないとは感じません。むしろ、これ以上何もいらないと思えてきます。歩き始めると、足の下で雪が静かに音を立てました。その音以外には、ほとんど何も聞こえません。車の音も、人の声も遠く、風さえも強くありませんでした。頭の中にあった考え事が、一つずつほどけていくような感覚があり、今、何を考えていたんだっけと思う瞬間が何度もありました。考えが消えていくことに不安はありませんでした。美瑛の冬の景色は、見る人に何かを強く伝えようとはしません。ただ、そこにあります。その姿勢がとても優しく感じられました。説明も理由も感想も必要なく、ただ目の前にあるものをそのまま受け取ればいい。そう思える場所は意外と多くありません。ここでは理解するよりも感じることの方が自然でした。丘の上に立ち、しばらく動かずに景色を見ていると、時間の感覚が少し変わってきます。何分だっていたのかわからなくなり、長いとも短いとも感じませんでした。時計を見ようという気持ちも起きず、次にどこへ行くかも考えません。ただ、白い世界の中に立っている自分の存在だけがはっきりしていました。寒さはありますが、辛い寒さではありません。体が目覚めている感じがして、余計な力が入っていないことに気づきます。歩く、止まる、見る、その動作がすべて自然につながっていて、意識しなくても体が動いていました。普段は何をするにも理由を考えてしまいますが、美瑛ではその必要がありませんでした。少し移動して、また別の丘を見ます。景色は大きく変わらないのに、同じとは感じません。影の位置や雪の形、空の色が少し違うだけで、全く別の場所のように見えます。その小さな違いに気づいている自分にも驚きました。何も考えていないつもりでも、感覚はとても静かに働いています。しばらくすると、何も考えていないという状態そのものを意識しなくなっていました。良いとも悪いとも判断せず、好きとも嫌いとも言わず、ただそこにいる。それだけの時間が、これほど心地いいとは思っていませんでした。美瑛の冬は、人に答えを出させません。その代わり、問いも消してくれます。夕方に近づくと、殻の色が少しずつ変わり、白い丘に柔らかい影が伸びていきました。光は強くありませんが、その分、変化がよくわかります。景色が終わっていくというより、静かに形を変えているだけで、始まりも終わりもはっきりしていません。その曖昧さがとても美しく感じられました。美瑛で過ごした冬の時間は、何かを学ぶ旅でも何かを得る旅でもありませんでした。でも、頭の中が静かになり、体の感覚が戻ってくることで、自分が少し整ったように感じます。何も考えない時間は、何もしない時間とは違います。ただ余計なものを手放しているだけなのだと、
ここで初めてわかりました。美瑛は強く印象を残す場所ではないかもしれません。でも、帰った後、ふと何も考えずに深く息をしたくなるとき、その感覚と一緒に思い出す場所になると思います。冬の美瑛は、静かに人の中の音を消し、何も考えないという、一番自然な状態へ、そっと戻してくれる場所でした。今日は、山形県酒田市にある三居倉庫を訪れた時のことを話したいと思います。この場所は、有名な観光地のように強く人を引きつけるわけではありませんが、旅の最後に立ち寄ると、不思議と気持ちが静かに整っていく場所だと感じました。何かを見るというより、一日を終わらせるための場所、そんな印象が残っています。三居倉庫に着いたのは、午後から夕方に変わる頃でした。空はまだ明るいですが、太陽の光は柔らかくなり、影が少しずつ長くなっています。倉庫の前に立った時、まず感じたのは音の少なさでした。人の声はほとんど聞こえず、遠くから車の音が小さく届くくらいで、全体が落ち着いた空気に包まれています。観光地によくある賑やかさはなく、時間が一段、静かな場所に入ったような感覚がありました。黒い木造の倉庫が長く並んで立っている姿はとても整って見えます。派手な装飾はなく、色も形もシンプルですが、その分強い存在感があります。長い間、同じ形でここにあり続けた建物なのだと見ただけでわかりました。新しく見せようとする工夫はなく、変わらないことそのものが価値になっているように感じられます。倉庫の前をゆっくり歩いてみると、足音が静かに響きます。道の脇には木が植えられていて、冬の空気の中でもどこか優しさを感じました。急いで歩く理由はなく、立ち止まりたくなったら、そのまま止まっても、誰にも気を使う必要がありません。ここでは、行動の一つ一つがとても自然に思えます。倉庫を見ながら、今日一日のことを少しずつ思い出しました。どこを歩いて、何を見て、何を感じたのかを順番に考えるわけではありません。ただ、頭の中に浮かんでくる場面をそのまま受け止めていきます。三居倉庫の静けさは、考えを整理しようとしなくても、自然に心を落ち着かせてくれました。夕方が近づくと、倉庫の色が少し変わって見えてきます。黒い木の表面に弱くなった光が当たり、昼とは違う表情を見せていました。明るさが減るにつれて、景色全体が少しずつ内側に向かっていくような感覚があります。何かが始まるというより、ゆっくり終わりに向かっていく時間です。この場所では、次に何をするかを考える必要がありません。観光地のように、見る順番や時間を気にすることもなく、ただ歩いて、見て、感じるだけで十分です。旅の途中では、どうしても次が気になりますが、三居倉庫では、その気持ちが自然と消えていきました。ここは、先を考える場所ではなく、ここまでを受け止める場所なのだと思います。人の姿は少なく、すれ違ってもお互いに静かです。言葉を交わさなくても、この場所の空気を共有している感じがありました。静けさを守ろうとしているというより、自然と声が小さくなる、そんな雰囲気です。
その空気がとても心地よく感じられました。空が少し暗くなり、倉庫の影がはっきりしてくると、一日の終わりが近いことを強く意識します。でも、不安や寂しさはありません。むしろ、ここまでで良かったと思える穏やかな気持ちがありました。三居倉庫の静けさは、何かを足すのではなく、余計なものをそっと引いてくれます。しばらく立ち止まり、倉庫をもう一度ゆっくり見ました。この場所は大きな感動を与えるわけではありませんが、心の中に静かに残ります。強く記憶に残るというより、後から思い出した時に気持ちを落ち着かせてくれる、そんな存在です。三居倉庫を後にするとき、旅がきれいに終わったような感覚がありました。まだ続きがあってもいいけれど、ここで区切ってもいい、そう思わせてくれる場所です。冬の三居倉庫は、静かに立ち、何も語らずに、人の一日や旅を受け止めてくれます。静かに終わるという言葉が、これほど自然に合う場所は、あまり多くないのではないかと感じました。今日は、冬の白川郷を訪れた時のことを少し丁寧に話したいと思います。白川郷という名前は、写真や映像で何度も見たことがありましたが、実際に冬に足を運んでみると、それまで知っていたイメージとは全く違う感覚がありました。ここは観光地というよりも、もっと奥にある記憶や感情に近い場所のように感じられたのです。村に近づくにつれて、周りの景色から色が少しずつ消えていきました。木も道も屋根も、すべてが雪に包まれていて、音まで吸い込まれているようでした。車を降りて歩き始めたとき、まず驚いたのは、その静けさです。人はいますが、話し声は小さく、足音も雪に消えてしまいます。風の音さえも強く感じられず、世界が少し遠くなったような不思議な感覚になりました。合掌造りの家々は、想像していたよりも大きく、そしてとても静かにそこに立っていました。長い時間、この場所で冬を越えてきた建物だと思うと、その重みのようなものが自然と伝わってきます。新しく見せようとする感じはなく、ただ、そこにあるという存在感がありました。雪をかぶった屋根を見上げていると、昔の人たちは、毎年この景色を見て、冬を生きてきたんだなと、急に現実感を持って想像することができました。村の中をゆっくり歩いていると、観光のために急いで見る必要がないことに気づきます。写真を撮らなくても、説明を読まなくても、ただ歩いて、立ち止まって、周りを見るだけで十分でした。雪の上に残る足跡や、家の中から漏れる小さな明かりが、この村が今も人の生活のある場所だということを静かに教えてくれます。昔の村ではなく、過去の記録でもなく、今も続いている日常なのだと感じました。しばらく歩いて少し高い場所から村全体を見下ろしました。白い雪の中に三角の屋根が規則正しく並んでいて、その景色はとても整って見えます。でも、不自然な感じはなく、むしろとても落ち着いていました。作られた美しさではなく、長い時間の中で自然とこの形になったのだと思います。その景色を見ていると、綺麗だなという気持ちよりも、なぜか安心するような感覚がありました。
白川郷の冬は決して楽なものではないと思います。雪は多く、寒さも厳しく、毎日の生活にはたくさんの手間が必要だったはずです。それでも、この場所で人が暮らし続けてきた理由が少しだけ分かった気がしました。便利さや速さではなく、ここにしかないリズムや守られてきた形が人をつなぎ止めていたのだと思います。歩きながら自分の子供の頃の記憶がふと頭に浮かびました。雪の日の朝、外が静かだったことや白い景色を見るだけで少し特別な気持ちになったことです。白川郷の冬景色は見たことのない風景なのになぜか懐かしく感じられました。それは新しい場所なのに昔の感覚を思い出させてくれるからなのかもしれません。夕方になると殻の色が少しずつ変わり、村の中に明かりが増えてきました。昼の白い世界とは違い、夜に近づく白川郷はとても優しい雰囲気になります。雪に反射する光が強すぎず、払いすぎず、ちょうどいい距離でそこにありました。寒さはありますが、その中にいると不思議と心は落ち着いています。白川郷を歩き終えて感じたのは、ここがどこかに行く場所ではなく、立ち止まる場所だということです。何かを達成したり、新しい刺激を探したりする旅ではなく、自分の中にある記憶や感覚と静かに向き合う時間をくれる場所だと思いました。冬の白川郷は綺麗だから行く場所ではなく、静かだから思い出してしまう場所なのだと帰る頃にははっきり感じていました。今日は冬の網走市を訪れた時のことを話したいと思います。網走と聞くと流氷や寒さを思い浮かべる人が多いと思いますが、実際に冬の網走に立ってみると、それは寒いという言葉だけでは足りない体験でした。ここで感じたのは、美しさよりももっと直接的ではっきりした自然の強さでした。町に着いた時、まず感じたのは空気の重さです。冷たいというより、体にしっかり当たってくる感じで、息を吸うたびに自分がとても小さい存在に思えてきます。風は静かなのに止まっているわけではなく、常にどこかで動いている気配がありました。遠くを見ると白い世界が広がっていて、色はほとんどありません。それだけでここが特別な場所だということがわかります。海の近くまで行くと流氷が見えてきました。写真では何度も見たことがありますが、実際に目の前で見る流氷は全く違う存在感があります。静かに浮かんでいるように見えても、近くで見ると大きく、重く、簡単には動かないものだとわかります。氷がぶつかる音は低くて、遠くで何かが動いているような不思議な響きでした。その音を聞いていると、自然は優しいだけのものではないと強く感じます。しばらく海を見ていると、体の感覚が変わっていきました。寒さに慣れるというより、寒さを受け入れるしかないという気持ちになります。ここでは、人が環境をコントロールすることはできません。ただ、その中に立って耐えながら感じるしかないのです。それが少し怖くもあり、同時にとても正直な時間だとも思いました。網走の自然は人に合わせてくれません。景色も音も
気温も、すべてが自然の都合で動いています。それなのに、不思議と嫌な気持ちにはなりませんでした。むしろ、自分が余計なことを考えすぎていたことに気づかされます。寒い、白い、広い、それだけの世界にいると、考えることがとても単純になります。街を少し歩いてみると、人の生活がこの強い自然の中で続いていることがわかります。雪かきをしている人や、ゆっくり歩く人の姿を見ると、ここでは自然に逆らうのではなく、自然と一緒に生きているのだと感じました。無理に早く動かず、できることをできるだけする、そんな姿勢が街全体にあるように見えます。夕方になると、殻の色が少し変わり、白い世界の中にわずかな影が生まれました。太陽の光は弱く、長くは続きません。その短い時間に、自然が見せる表情の変化をただ見ているしかありませんでした。寒さは変わらず厳しいですが、その分、光のありがたさがよくわかります。夜が近づくと、海も街もさらに静かになります。音は減りますが、完全に止まることはありません。遠くで氷が動く音や風の音が暗い中でよりはっきり聞こえてきます。その中に立っていると、自分が今、自然の中にいるという事実を強く意識させられました。網走で過ごした冬の時間は、楽しいとか、綺麗とか、そういう言葉だけでは表せませんでした。そこにあったのは、人の都合を受け入れない自然と、それを理解しながら生きている人の姿です。自然の強さを前にすると、自分の悩みや考え事はとても小さく感じられます。でも、それは無意味になるということではなく、必要以上に重く感じていただけなのだと、静かに教えてくれました。冬の網走は優しい場所ではありません。でも、その厳しさの中にいるからこそ、余計なものが削られ、自分にとって大切な感覚だけが残ります。自然の強さを感じるということは、怖いことでもあり、同時にとても正直な時間を過ごすことなのだと、ここで初めて実感しました。網走は、冬にしか見せないその強さで、静かに人を試してくる場所だと思います。今日は、冬の只見線に乗った時のことを話したいと思います。只見線は、どこか有名な観光地へ一気に連れて行ってくれる列車ではありません。むしろ、目的地に着くまでの時間そのものが、この旅の中心になる路線だと感じました。駅で列車を待っている間、周りには大きな建物もなく、音も少なく、ただ冷たい空気が静かに流れていました。その時点で、すでに移動が始まっていると思えたのです。列車がゆっくりと入ってくると、急ぐ様子は全くなく、時間に追われる感じもしませんでした。車内に入ると、座席は派手ではなく、どこか昔の雰囲気が残っています。人の数も多くなく、それぞれが窓の外を見たり、静かに座っていたりしていました。誰も会話を無理にしようとせず、この時間をそのまま受け入れているように見えます。走り出すと、すぐに街の景色は消え、雪に覆われた山や川が見えてきました。窓の外には、白と灰色を中心とした世界が広がり、動いているのは列車と、ゆっくり流れる川だけです。雪の上に残る線路や、
木の枝に積もった雪を見ていると、時間が少し伸びたような感覚になります。急に目的地へ近づくのではなく少しずつ確実に進んでいく、その感覚がとても印象的でした。只見線の冬の景色はとても静かです。音が消えるというより、必要な音だけが残る感じで、列車の揺れや線路を進む音が規則正しく続いていきます。その音を聞いていると、考え事も自然と少なくなっていきました。何かを決めたり、答えを出したりする必要がなく、ただいまの景色を受け取るだけでいい時間です。途中で列車が小さな駅に止まることがありますが、乗り降りする人は多くありません。雪に囲まれた駅舎はとても静かで、誰かをせかす雰囲気はありませんでした。この場所では、列車が来ること自体が日常の一部なのだと感じます。都会の駅のように分単位で動く世界とは全く違う時間が流れていました。川に架かる橋を渡るとき、窓の外の景色が一気に明けました。雪に包まれた川と山が広がり、その中を列車がゆっくり進んでいきます。その瞬間、今、移動しているということを強く意識しました。何かをしながら移動するのではなく、移動そのものに集中する時間は、普段の生活ではあまりありません。只見線では、その当たり前が自然に起きていました。しばらくすると、体も心もこのゆっくりした動きに慣れてきます。目的地がどこなのか、何時に着くのかよりも、次に見える景色の型が気になるようになりました。雪の量が少し変わったり、木の形が違って見えたり、ほんの小さな変化がいつもよりはっきり感じられます。移動の時間が長いからこそ、こうした細かい違いに気づけるのだと思いました。夕方に近づくと、殻の色が少しずつ変わり、白い景色の中に影が増えていきました。太陽の光は強くありませんが、その分、色の変化がよくわかります。列車は変わらず同じ速さで進み、時間だけが静かに流れていきました。その様子を見ていると、急がなくても、ちゃんと前に進んでいるという感覚が心の中に残りました。只見線で過ごした時間は、移動というより考え方を切り替える時間だったように思います。早く着くことや効率よく進むことが大切ではない時間も確かに存在するのだと体で感じることができました。窓の外の雪景色と規則正しい列車の動きは自分の中のリズムを静かに整えてくれます。只見線は目的地に着いた瞬間よりも乗っている間の時間が一番心に残る路線です。冬の只見線で過ごした移動の時間は何かを得る旅ではなく余計なものを手放す旅だったように感じました。移動することそのものが意味を持つこの静かな時間こそが只見線の一番の魅力なのだと思います。今日は冬の乳頭温泉郷を訪れた時のことを話したいと思います。ここに来る前、僕は体を休めたいと思っていましたが、実際に過ごしてみると、休んだのは体だけではなく、気づかないうちに頭や気持ちまで静かになっていたことに、後から気づきました。乳頭温泉郷は、何かを楽しむために行く場所というより、何もしなくてもいい自分に戻る場所だと感じます。温泉郷に向かう道は、だんだんと山の中へ入っていき、
周りの景色から人の気配が少なくなっていきました。雪は深く、木々は白く、音も少なくなります。車を降りたとき、まず感じたのは空気の静かさでした。寒さはありますが、鋭い感じではなく、ゆっくり体に広がってくる冷たさです。その空気に触れた瞬間、ここでは急がなくていいと、体が先に理解したような気がしました。宿に入ると、建物はとても素朴で、派手なものは何もありません。新しさよりも、長く使われてきた安心感のようなものがありました。スタッフの方の言葉も少なく、必要なことだけを静かに伝えてくれます。その距離感がとても心地よく感じられました。歓迎されているのに干渉されすぎない、この感覚がすでに体を休ませてくれているようでした。部屋に荷物を置き、しばらく座っていると、外の雪の明るさが障子を通して柔らかく入ってきます。テレビをつけなくても、スマートフォンを見なくても、時間が止まったように感じられました。ここでは、何かをしないといけないという考えが自然と消えていきます。体を休めるというのは、横になることだけではなく、考えを減らすことなのだと、静かに気づきました。温泉に向かうと、外は一面の雪景色でした。露天風呂に入ると、冷たい空気と温かいお湯の差がはっきり感じられます。体が一気に緩み、息が自然と深くなりました。雪が静かに降る中でお湯に浸かっていると、音はほとんどなく、自分の呼吸と湯の感覚だけが残ります。誰かと話す必要もなく、考えをまとめる必要もなく、ただそこにいるだけで十分でした。しばらくすると、体の重さが消えていくのがわかります。それと同時に、頭の中にあった細かい考えも少しずつ遠くなっていきました。忙しい日常では、体は休んでいても、頭はずっと動いていることが多いですが、乳頭温泉郷では、その両方が同じ速さで静かになっていきます。この感覚は、なかなか言葉にしにくいですが、何も気にしなくていい状態に近いと思いました。夕方になると、外の光が少しずつ弱くなり、雪の白さが落ち着いた色に変わっていきました。温泉から上がって部屋に戻ると、体は温かく、動きもゆっくりになります。夕食も山の食材を使った素朴な料理で、味付けは優しく、体に負担がありません。ゆっくり食べて、ゆっくり飲んで、その流れのまま、また静かな時間に戻っていきます。夜になると、外はさらに静かになり、音はほとんど聞こえなくなりました。雪に包まれた夜は暗いのに、不思議と不安はありません。部屋の明かりを少し落として座っていると、一日の疲れが自然と体の外へ流れていくように感じました。何かを反省したり、明日のことを考えたりする気持ちも起きません。ただ、今日はここで休んでいるという事実だけがはっきりと残ります。朝、目を覚ますと、体がとても軽く感じられました。たくさん寝たというより、深く休めたという感覚です。外を見ると、昨日と同じ雪景色が広がっていますが、見え方は少し違っていました。体が休まると、景色も優しく見えるのだと思います。朝の温泉に入り、
ゆっくりと体を温めると、もう少しここにいたいという気持ちが自然に湧いてきました。乳頭温泉郷で過ごした時間は、何かを手に入れる旅ではありませんでした。でも、何も足さなくても、人は十分に整うことができるのだと、体で感じることができました。体を休めるということは、特別なことをすることではなく、静かな場所に身を置き、余計なものを減らすことなのだと思います。乳頭温泉郷は、そうした当たり前のことを言葉ではなく、感覚で思い出させてくれる場所でした。今日は、冬の美瑛を歩いた時のことを話したいと思います。美瑛という名前を聞くと、綺麗な景色や写真を思い浮かべる人が多いと思いますが、冬に実際に訪れてみると、そこは何かを見る場所というより、何も考えなくなる場所だと感じました。言葉を探したり、意味を考えたりする前に、体の感覚だけが先に動く、そんな時間が流れていました。町に着いたとき、まず目に入ったのは広くて白い景色でした。雪に覆われた丘が緩やかに続き、遠くまで遮るものがありません。建物も少なく、音もほとんど聞こえず、世界がとてもシンプルに見えました。白、灰色少しの影、それだけで景色が成り立っているのに、足りないとは感じません。むしろ、これ以上何もいらないと思えてきます。歩き始めると、足の下で雪が静かに音を立てました。その音以外には、ほとんど何も聞こえません。車の音も、人の声も遠く、風さえも強くありませんでした。頭の中にあった考え事が、一つずつほどけていくような感覚があり、今、何を考えていたんだっけと思う瞬間が何度もありました。考えが消えていくことに不安はありませんでした。美瑛の冬の景色は、見る人に何かを強く伝えようとはしません。ただ、そこにあります。その姿勢がとても優しく感じられました。説明も理由も感想も必要なく、ただ目の前にあるものをそのまま受け取ればいい。そう思える場所は意外と多くありません。ここでは理解するよりも感じることの方が自然でした。丘の上に立ち、しばらく動かずに景色を見ていると、時間の感覚が少し変わってきます。何分だっていたのかわからなくなり、長いとも短いとも感じませんでした。時計を見ようという気持ちも起きず、次にどこへ行くかも考えません。ただ、白い世界の中に立っている自分の存在だけがはっきりしていました。寒さはありますが、辛い寒さではありません。体が目覚めている感じがして、余計な力が入っていないことに気づきます。歩く、止まる、見る、その動作がすべて自然につながっていて、意識しなくても体が動いていました。普段は何をするにも理由を考えてしまいますが、美瑛ではその必要がありませんでした。少し移動して、また別の丘を見ます。景色は大きく変わらないのに、同じとは感じません。影の位置や雪の形、空の色が少し違うだけで、全く別の場所のように見えます。その小さな違いに気づいている自分にも驚きました。何も考えていないつもりでも、感覚はとても静かに働いています。
しばらくすると、何も考えていないという状態そのものを意識しなくなっていました。良いとも悪いとも判断せず、好きとも嫌いとも言わず、ただそこにいる。それだけの時間が、これほど心地いいとは思っていませんでした。美瑛の冬は、人に答えを出させません。その代わり、問いも消してくれます。夕方に近づくと、殻の色が少しずつ変わり、白い丘に柔らかい影が伸びていきました。光は強くありませんが、その分、変化がよくわかります。景色が終わっていくというより、静かに形を変えているだけで、始まりも終わりもはっきりしていません。その曖昧さがとても美しく感じられました。美瑛で過ごした冬の時間は、何かを学ぶ旅でも何かを得る旅でもありませんでした。でも、頭の中が静かになり、体の感覚が戻ってくることで、自分が少し整ったように感じます。何も考えない時間は、何もしない時間とは違います。ただ余計なものを手放しているだけなのだと、ここで初めてわかりました。美瑛は、強く印象を残す場所ではないかもしれません。でも、帰った後、ふと何も考えずに深く息をしたくなるとき、その感覚と一緒に思い出す場所になると思います。冬の美瑛は、静かに人の中の音を消し、何も考えないという、一番自然な状態へ、そっと戻してくれる場所でした。今日は、山形県酒田市にある三居倉庫を訪れた時のことを話したいと思います。この場所は、有名な観光地のように強く人を引きつけるわけではありませんが、旅の最後に立ち寄ると、不思議と気持ちが静かに整っていく場所だと感じました。何かを見るというより、一日を終わらせるための場所、そんな印象が残っています。三居倉庫に着いたのは、午後から夕方に変わる頃でした。空はまだ明るいですが、太陽の光は柔らかくなり、影が少しずつ長くなっています。倉庫の前に立った時、まず感じたのは音の少なさでした。人の声はほとんど聞こえず、遠くから車の音が小さく届くくらいで、全体が落ち着いた空気に包まれています。観光地によくある賑やかさはなく、時間が一段、静かな場所に入ったような感覚がありました。黒い木造の倉庫が長く並んで立っている姿はとても整って見えます。派手な装飾はなく、色も形もシンプルですが、その分強い存在感があります。長い間、同じ形でここにあり続けた建物なのだと見ただけでわかりました。新しく見せようとする工夫はなく、変わらないことそのものが価値になっているように感じられます。倉庫の前をゆっくり歩いてみると、足音が静かに響きます。道の脇には木が植えられていて、冬の空気の中でもどこか優しさを感じました。急いで歩く理由はなく、立ち止まりたくなったら、そのまま止まっても、誰にも気を使う必要がありません。ここでは、行動の一つ一つがとても自然に思えます。倉庫を見ながら、今日一日のことを少しずつ思い出しました。どこを歩いて、何を見て、何を感じたのかを順番に考えるわけではありません。ただ、頭の中に浮かんでくる場面をそのまま受け止めていきます。三居倉庫の静けさは、考えを整理しようとしなくても、
自然に心を落ち着かせてくれました。夕方が近づくと、倉庫の色が少し変わって見えてきます。黒い木の表面に弱くなった光が当たり、昼とは違う表情を見せていました。明るさが減るにつれて、景色全体が少しずつ内側に向かっていくような感覚があります。何かが始まるというより、ゆっくり終わりに向かっていく時間です。この場所では、次に何をするかを考える必要がありません。観光地のように、見る順番や時間を気にすることもなく、ただ歩いて、見て、感じるだけで十分です。旅の途中では、どうしても次が気になりますが、三居倉庫では、その気持ちが自然と消えていきました。ここは、先を考える場所ではなく、ここまでを受け止める場所なのだと思います。人の姿は少なく、すれ違ってもお互いに静かです。言葉を交わさなくても、この場所の空気を共有している感じがありました。静けさを守ろうとしているというより、自然と声が小さくなる、そんな雰囲気です。その空気がとても心地よく感じられました。空が少し暗くなり、倉庫の影がはっきりしてくると、一日の終わりが近いことを強く意識します。でも、不安や寂しさはありません。むしろ、ここまでで良かったと思える、穏やかな気持ちがありました。三居倉庫の静けさは、何かを足すのではなく、余計なものをそっと引いてくれます。しばらく立ち止まり、倉庫をもう一度ゆっくり見ました。この場所は、大きな感動を与えるわけではありませんが、心の中に静かに残ります。強く記憶に残るというより、後から思い出した時に気持ちを落ち着かせてくれる、そんな存在です。三居倉庫を後にするとき、旅がきれいに終わったような感覚がありました。まだ続きがあってもいいけれど、ここで区切ってもいい、そう思わせてくれる場所です。冬の三居倉庫は、静かに立ち、何も語らずに、人の一日や旅を受け止めてくれます。静かに終わるという言葉が、これほど自然に合う場所は、あまり多くないのではないかと感じました。